中華空心の大沢です。今日は簡単にできる、タイのスープがけを作りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。まずはですね、ご家庭で取れる一番簡単なスープの取り方ですね。はい、こちらが豚ミンチと鶏ミンチですね。はい、はい、じゃあそれをね生の状態でちょっとね今からスープ取りますのでお鍋の寸胴の中にお肉入れていきます。はい、そこにですね、分量のお水ですね。はい、全部ね一気に入れるんじゃなくてですね、こうダマにならないように少しずつ入れていきましょう。はい、こんな感じでねダマにならないようにしていきます。はい、じゃあこれをねこのまま火にかけていきます。はい、そこにですね、臭み消しの生姜の皮ですね。生姜の皮、はい、で白ネギの頭の部分ですね、青いところ入れていきます。でここにね火をつけていきます。はい、沸くまでは強火ですね。はい、沸くまでは強火でですね、少しねそれまでにね下にね、焦げやすいので少し混ぜながらですね火にかけていきます。じゃあその間にですね、はい、水菜の準備ですね。はい、じゃあ水菜ね、下の方はね砂を噛んでますので、一口大に切っていきます。さっと洗ったらねピンスを切っておきます。はい、それとね今日は中華料理に使うおこげですね。おこげを揚げたものですね。190度ぐらいの高温で揚げたものになります。ご家庭の場合はね、おかきとか少しねワンタンの皮を揚げたものとか、少し食感のあるものがねあると美味しいと思います。はい、今日はお刺身用のタイですね。はい、白身の魚ですとね、ヒラメですとか、カレイですとかスズキですとか何でも合うと思います。はい、でお刺身ねおろすように。で今からねこの上に熱いスープをかけて召し上がっていただきますので、少しね厚めの方が美味しいですね。中が半分レアなようなイメージで、はい、こんな感じですね。はい、それと薬味の白ネギですね。みじん切りにしていきます。でみじん切りするときねこちらばりがちなんですけども、こういうふうにね蛇腹に切っていきます。この下はねこうくっつけたまま、そうすることによってねこう散らばらずにね簡単にきれいにみじん切りできます。
はい、こんな感じですね。はい、じゃあ先ほどのスープですね。はい、沸いてきたらね、こうポコポコとグラグラグラっというんじゃなくて、こうポコポコと沸いているような状態ですね。はい。で沸いてきたらもうあんまり触らないですね。こうそこに1回溜まってる分を1回こう上に起こしてあげる感じですね。はい、あとはでもコトコトと炊いていくだけですね。はい、このスープはですね、こう鶏ガラとか豚骨が入っているスープではないので、そんな何時間も炊く必要はないですね。もう30分ぐらいで十分美味しいスープが取れますので、ご家庭でもね簡単に作れるんじゃないかなと思います。はい、こちらがですね、30分ほど炊いて、こうしたスープですね。非常にね美味しいコクが出た美味しいスープですね。シンプルなすっきりとしたスープですね。はい、そこからですね 800cc 取っております。じゃあそこにですねお塩を入れたいと思います。じゃあ 800cc にじゃあ小さじ2です。でお砂糖小さじ 1.5 で日本の濃い口醤油ですね。少し香りだけ、香り付け。はい、そこに紹興酒ですね 50cc。 もうねスープが美味しいのでね、味付けはもうシンプルですね。もうこれで十分美味しいスープができております。はい、ちょっとね紹興酒のアルコールだけね少し飛ばします。はい、でスープはねこれで完成です。はい、ではこちらにですね、はい、温めたお皿ですね。はい、温めたお皿にですね先ほど切った水菜ですね。ね、で先ほど切った鯛ですね。鯛、はい、ここに先ほど切った白ネギです。はい、それとですね食感の浮き身としておこげ、おこげですね。はい、はい、それと生姜の細切りですね。生姜がはい、それと胡椒ですね。胡椒、はい、それとごま油1滴ですね。あんまりねかけすぎるとやらしいので本当の1滴ですね。はい、でこれをですね食卓の皆様の前に持っていって、このお客さんの目の前で熱いスープをかけていくというお料理ですね。でこちらもねできてるだけ熱々のスープをかけたいので、こちらも温めた急須ですね。で先ほどの出来上がったスープを入れていきます。はい、でこれねご家庭でしたら、はい、テーブルの上でかけてあげるというお料理ですね。この鯛が半生のうちに出来たてを召し上がっていただきたいお料理となっております。